皆さんこんにちは、サバです。ゆきちゃんです。いつもチャンネル登録ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今月もやってまいりました。日曜日のお楽しみ、書道家書道に善流さんをお迎えして沖縄メンタルあるあるシリーズ配信いたします。それでは早速参りましょう。今回のメンタルあるあるはヨンナーヨンナー、お願いいたします。これだいぶ前なんですけど、この沖縄県民の掟という雑誌をちょっと発刊させてもらったんですけど、先生がお書きになった、もう基本的には沖縄あるある本なんですね。でこれが「県民のあるある」という漫画で、その中で一番僕が今でもこだわってるのが、先ほどね一緒においしい味噌汁をいただいたんですけど、その味噌汁の中にポークを入れないか入れるかの論争が起きたんですよ。そう別にうちの家系で具材がないからもうポーク入れちゃえってポーク入れたわけでもなく、ポークが入る味噌汁はもう最高に美味しかったんですよね。うちの嫁からするとありえない。ありえない。味噌汁に豚の脂が点々浮いてくるのはそれ自体がもう味噌汁じゃないと。なので、こういうふうなあるあるの中で出てくるのがいろいろ本に載ってます。で基本的にはこれもう僕の暴露本みたいなものなんでいやいや、そこがねちょっと見えないけど、奥様に顔そうこっちがそうなんですよね。顔そっくりでございます。この中で出てくるその沖縄の言葉で先ほどお題になった「ヨンナーヨンナー」っていう言葉なんですけど、よくよく思ったら沖縄の言葉で繰り返す言葉っていうのは「なあなあ」とか、あと「とうとう」とか、いろんな動作とこういうふうなものの方言的なものを絡めて繰り返す言葉っていうのは日本語で何というふうなジャンルでくくられるか知ってますか？なんかそういう、実はこのオノマトペって聞いたことあります？例えばね、これは、私たち日本人だけが言葉に変えてできる感性を持ってるものなんですよ。でそれを沖縄の人にはまたすごいのが方言でそれができるというそうオノマトペを。オノマトペって何かというと、日本人が持ってる気質の中に虫の音、秋に鳴く虫は何ですか？リン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 。何で鳴く？シーシー。ですよね。みんなそういうふうにしていろいろお持ちじゃないですか。こういうふうにして虫の音を記号的にそれを思い出させる言葉っていうのがオノマトペっていうんです。面白い。もう一つ分かりやすいのが気象用語集の中のテストにも出てくる明日はしとしとと雨が降ります。通じるでしょ？通じますね。はい。で、明日はザーザー降りです。通じるよね。と、これが基本的には音と言葉と情景を表すっていう形でオノマトペって言います。覚えておいてください。これ、私たち日本人にしかないんですよ。これを最初に発見したのが確かね、お医者さんの学会でそれを発見した耳鼻科の先生かな、ヨーロッパで会合を開いてる時にドアが開いてて、そのドアの外で虫が鳴いてたんですって。そしたら先生は「わあ情緒ある虫の鳴き声だな」って日本人は思う、ところが彼以外の国の人たちはうるさいって言ったらしいんです。だから夏のミンミン鳴いてるセミの声あるじゃないですか、あれを海外の人が来るとただの車の音と一緒、騒音なんですよ。というふうに受け止める形のものがあるんですね。夏が来たからこの期間だけこいつらは1週間頑張ってるんだから泣かせてあげようっていう気持ちになるじゃないですか。私たち日本人だけが持ってる感性としてあるそうです。でそれを今置き換えた時にこの「ヨンナーヨンナー」まさにそれじゃないかなと思ったんですよね。のんびりっていう形の意味合いで取られるんだけど、これを2回繰り返すことによって「ヨンナーヨンナー」ってなると、
ヨンナのうん2回目のヨンナを聞いた時に、うんこうふっとこう落ち着く、一息入れられる、間を持たせていただける、ですよね。ね、はい、だからいいと思います。僕思ったのは、はい、交通なんか整理したりいろんな形でいろんな取り締まりするじゃないですか。でその時にもういろんな活動みたいな活動で違反した人警告、いきなり切符切るのは当たり前なんだけど、ここはこんなんだからルール守りましょうねっていう形のいろんなイエローカードっていうのを作ったらどうかなと思ったのよ。そうだから何もかも違反したらすぐパッとさっと切符切るんじゃなくて、だって今の時代だともう車のナンバーとその免許証っていうのがあるから、で登録しとけばもうこの人が前にやったかどうかって分かるじゃないですか。それをもうあなたは1回目だからじゃあ4なカードねっていうイエローカードを渡す。イエローカード。そうだから4なねっていう警官がいらっしゃったら、僕は少しはもうちょっとこうギスギスした交通社会が事故もなるかなと思うような気もしてくる4なっていう言葉です。でも基本的にはそういうふうな形で、焦らず、焦らない。そうなんかそういう形で2回重ねるそのオノマトペっぽいこの沖縄の方言のいいところは、そのやっぱりそういう形で使われる4なでいいんじゃないかなと思います。優しさもね。そうですね。そうだから焦るメンタル的なものだと、やっぱりさっとパッとっていう言葉もあるんですよね。なんか4なって言われると、あ、自分は急いでいるのかなって他人に見られて4なねって言われたら、やっぱり一つのアドバイス的に取れるかなと。いいですよね、この4なという言葉ね。はい。ダイエットでもいいよね。ダイエットには4なは必要かもしれないですね。結局人間の体の構造を考えたら、太っていく、要するに健康な体っていうのが何かというと、基本的にはデブだから健康じゃないっていうのもあるんですよ。自分の持ってる体の気質っていうのがあるんであれば、それに合わせてダイエットっていうのをやればいいので、急に太った人なんていないので、だから急に痩せるよりは4な一番いい言葉かもね。太る時も4な太ってくんですよ。本当はね。そうなんですよね。で4な太ってるのに自分が気づいた時の自分の過去の自分が痩せてた時の時間、こんな短く感じるんですね。こんな短いところで太ってるのに同じ時間軸で痩せようとすると、痩せてる自分を思い描くこの短い時間だけをずっと思い描くから、無理があるんですよね。だからこれを同じスパンって考えたら、これだけかけて太ったらこれでかけて痩せればいいわけですよ。なのでこの時間というものが自分で大切にできる時間という形であれば4なでいいんじゃないですか。もしかしたらあれじゃないですか、ホランさんの漢方4なって言いながらこう書き混ぜたら面白いかもしれない。これはちょっと使えるかもしれないですね。ぜひゆきちゃんからも漢方茶ダイエットのじゃあ4なこんな感じで、ゆっくりいろんな痩せるんだよと思いつつ飲む。そしたらゆっくり痩せていい感じで終われるってやつですね。ぜひまた詳しいことは下の概要欄に載せてありますので、スクロールしてクリックしていただけるとありがたいです。そしてもう年末、今年度も先生本当最後の放送ありがとうございました。今年もありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。皆さんも良いお年で。良いお年をお迎えください。本日はどうもありがとうございました。失礼いたします。